さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。127回目の今回は、プロで驚異的な活躍をし、メジャーでも様々な記録を残した選手の紹介になるよ。その選手とは、プロ野球ではオリックス、メジャーではマリナーズやヤンキースなどに在籍していた、イチロー選手だよ。ちなみに今回は、前の松井選手同様量が多いため、前編後編で投稿していくよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。イチロー、本名鈴木一郎、1973年10月22日生まれの48歳、愛知県西春日井郡豊山町出身の元プロ野球選手だよ。現在はシアトルマリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクターを務めているよ。小学校時代は、地元の少年野球チームに所属。エースで4番として活躍し、6年生の時には、全国大会に出場。中学校では野球部に所属。エースで中軸を打ち、中学3年の時に、全日本少年軟式野球大会に出場し3位入賞を果たすよ。学校での成績も優秀で、学年では常にトップ10に入っていたそうだよ。甲子園に出場して、プロに入るために、野球名門校である愛知の愛工大名電高校に進学。高校では1年の時にレギュラーを獲得。2年時は夏に愛知大会決勝で、稲葉のいる中京高校を下し、夏の甲子園に3番レフトで出場。初戦で天理高校と対戦し、自身はヒットを1本打つも敗退。3年時は春の甲子園に投手として出場するが、抹消学園に初戦で敗れ、自身も5打数無安打に終わったよ。高校3年間の通算成績は、536打数269安打、打率5割1厘、本塁打19本、二塁打74本、三塁打28本、盗塁131。特に3年時の地方大会での打率は、7割以上を記録しているよ。1991年のドラフト会議を控え、地元球団である、中日に入団することを希望。理由は幼少期から中日を応援していたこと、イチローが好きな打者だった藤尾、田尾が所属していたためで、父も、子供の頃からドラゴンズのファンだったし、せめて3位ぐらいまでに指名してくれれば、と考えていたそうだよ。しかし当日オリックスが4位で指名し、中日を含めた11球団は、イチローを指名しなかったため、オリックスの単独指名となったよ。イチローはドラフト会議当日、意中の中日ではなく、オリックスから指名されたことを聞き、オリックスということで戸惑いはあったが、自分を必要としている球団があったということだけで、とても嬉しかった。オリックスに入ることにためらいはなかった、と述べたそうだよ。1992年7月11日の大英戦で、レフトの村上に代わる守備固めとして、一軍初出場。翌日の大英戦では初のスタメン出場し、木村が投げた直球を打ちプロ初安打を記録。この年、2軍での打率が3割6分6厘で、ウエスタンリーグの首位打者を獲得。また同年のジュニアオールスターにて、同点の8回に代打決勝本塁打を放ち、MVP と賞金100万円を獲得し、賞金全額を神戸市の養護施設に寄付したよ。1993年4月10日の開幕戦は9番センターでスタメンに起用され、翌日の試合では1番打者を務めたが、その後は控えに回り4月24日の代打出場の後に2軍落ち。再昇格した5月21日から、代打や守備固めで出場し、6月12日の近鉄戦で1番センターとしてスタメン出場。8回に野茂からプロ初本塁打を放ち、以降も6月23日まではスタメン起用されるが打率が上がらず、7月4日の出場を最後に、2軍行きを命じられるよ。2軍では、前年から続いて46試合連続安打を記録。同年のオフには、ハワイウィンターリーグに派遣され、所属していたチームが優勝し、ウィンターリーグ初の MVP に選ばれたよ。1994年の公式戦開幕直前の4月7日に、登録名を本名の鈴木一郎から、一郎に変更。日本人選手としては初めて、名字を除いた名前での選手名登録となったよ。またこの年から監督に招聘された仰木は、イチローの打撃センスを見抜くと、即座に1軍に呼び、2番打者に抜擢。4月末から1番打者に定着し、5月から8月にかけて、日本プロ野球新記録となる、69試合連続出塁を記録。9月11日には、1950年に藤村が記録した、シーズン最多安打記録191本に並び、次の試合でシーズン最多安打記録を、44年ぶりに更新。同月の122試合目には、日本プロ野球史上初となる、シーズン200本安打を達成したよ。最終的に安打数も210本まで伸ばし、この活躍で安打数が話題となったため、連盟によって同年から、最多安打が連盟表彰のタイトルとされたよ。そして最終的にはパリーグ新記録となる、打率3割8分5厘を残して首位打者を獲得。
その他に最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、勝力松太郎賞を獲得し、打者としては日本プロ野球史上最年少で、シーズン MVP を獲得したよ。1995年は、開幕前の1月17日に発生した、阪神淡路大震災において、イチロー自身も神戸市内にある、オリックスの寮で被災。この年のオリックスは、頑張ろう神戸を合言葉にスタート。この年イチローは、打率3割4分2厘、179安打80打点、49盗塁を記録し、首位打者、打点王、盗塁王、最多安打、最高出塁率を獲得し、打者五冠王に輝いたよ。また打点王と盗塁王の同時獲得は、日本プロ野球史上初のほか、全試合フル出場での首位打者は1969年の王に次ぐ、史上2人目の快挙だったよ。さらに2年連続となるシーズン MVP、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、勝力松太郎賞も受賞。そしてチームは悲願のリーグ優勝を達成。しかし、ヤクルトとの日本シリーズには敗退し、日本一達成はならなかったよ。1996年は、開幕から1番打者として出場。オールスター第1戦では、広島の祈祷から初回先頭打者初球本塁打を放ち、第2戦では投手として登板。後半戦からは3番に固定され、8月にはプロ野球記録となる、月間48安打を記録。最終的に3年連続となる首位打者を獲得し、また193安打で3年連続となる、最多安打、最高出塁率を記録し、猛打賞を26回、1試合4安打を8回も記録したよ。リーグ連覇を果たした同シーズンは、巨人との日本シリーズで、1977年以来19年ぶりの日本一に輝いたよ。イチローは優秀選手賞を受賞したほか、3年連続となるシーズン MVP を手にし、3年連続シーズン MVP は、日本プロ野球タイ記録だったよ。1997年は6月に、209打席連続無三振の日本プロ野球記録を樹立。その後の日本ハム戦で下柳から三振するまで、216打席連続無三振を記録したよ。最終的には最多安打、首位打者を4年連続で獲得し、最多敬遠も3年連続に伸ばしたよ。1998年は打率3割5分8厘、181安打でシーズンを終え、張本の4年連続を抜いて、日本プロ野球史上初となる、5年連続首位打者獲得を達成。5年連続となる最多安打も記録したほか、リーグ最多敬遠も4年連続となったよ。1999年は、シーズン開幕前の2月に、星野や恵比寿と共に、オリックスと業務提携を結んでいた、マリナーズの春季キャンプに招待され、2週間参加。4月20日の日本ハム戦で金村から本塁打を放ち、日本プロ野球史上最速となる、757試合目で通算1000本安打を達成。また7月6日の西武戦で、松坂から通算100号本塁打を放ったよ。しかし8月24日の日本ハム戦で、下柳から右手に死球を受けて負傷、残りのシーズンを棒に振ったよ。そしてこれにより、1994年の開幕戦から続けていた、連続試合出場が763でストップ。また、安打も141安打にとどまり、最多安打も5年連続で途切れるも、3年ぶりに最高出塁率を記録したほか、6年連続首位打者、5年連続の最多敬遠を記録したよ。2000年は開幕戦から4番に指名され、79試合目を終えた時点で打率4割を残すなど高打率を維持。7月には通算10度目となる月間 MVP を受賞し、97試合目終了時点で打率3割9分8厘を記録。しかし8月27日の千葉ロッテ戦で、ファウルボールを打った際に右脇腹を痛めて、途中交代で残りシーズンを棒に振ったよ。そして10月12日、記者会見でポスティングシステムを利用しての、MLB 挑戦の意向を表明。翌日の神戸での本拠地最終戦で、9回に守備固めとして出場。前日の記者会見を聞いたファンの声援に応えるため、イチローは手を振って答え、ファン一人一人と別れの握手をしたよ。最終的に、日本プロ野球歴代2位となる、シーズン打率3割8分7厘を記録。153安打で最多安打を逃したが、通算7度目の首位打者を獲得。また2年連続通算5度目となる、最高出塁率、7年連続通算7度目となるベストナイン、ゴールデングラブ賞をそれぞれ受賞したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。プロ入り後に、背番号51をつけることになったきっかけは、自分はドラフト4位で入ったので、背番号を選べる立場ではなく、オリックスから与えられた番号だったと明かしているよ。またレギュラーとして定着した1994年のオフに、オリックスから背番号変更を打診されたが、せっかくファンの人に覚えてもらった番号なのだからと、51番をつけ続けたそうだよ。バットやグラブを、道具ではない。自分の一部。自分の体の一部だと語るほど、使う野球用品を非常に大切に扱っているよ。
そのため、打った直後も必ずバットを静かに置く。ただオリックス時代に一度だけ、ベンチへ戻る際にバットを放り投げたことがあり、その時のことについて、後ですごく後悔して、それから特に道具に対する気持ちが強くなってますねと、インタビューで答えているよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、プロ野球にいた時から驚異的な成績を残し、メジャーでの活躍を期待させた、そう感じたね。プロ入り3年目でいきなり200安打を超えて、その後も様々な記録を多く残した。これはイチロー選手の努力もあるけど、コーチによっても、成績に大きく影響を及ぼしていたんじゃないかと、思うほどの変わりようだからね。監督やコーチの意向で選手を潰すなんてことはあってはいけないことだしね。プロ野球よりメジャーでの在籍年数が多いってのも驚いたけど、これを後編で解説してかないといけないなんてね。てなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。